それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、年齢差のある恋愛についてお相手はどう思っているのかというのをテーマに見ていきます。はい。では、タロットカードですが、今回制逆採用で見ていきます。タロットカード以外のカードは、正位置で見ていきます。今回は年齢差の恋愛についてお相手がどう思っているのかをもらっていきます。はい、そしてあなたの方もね、年齢についてどう思っているのか。私の個人的な見解としては、年齢はね、そんなにね、関係ないんじゃないかなっていうところがありますね。見た目の数字っていう風にね、捉えていってはいるんですが、でもね、年齢気にしますよね、やっぱりね。私もね、年齢気にするときありますので、数字とはいえ、気になる。はい、そういうところにある。で、ね、また自分と同じ感覚で相手がいるとも限りませんので、相手の方がすごく年齢を気にしてるのかもしれないという不安もありますよね。そこを見ていきましょう。ではまず、こちらのタロットカードから、今のお互いの状況を見ていきます。で、こちら側があなた様。で、こちら側がお相手ということで出していきます。まず今の、お互いの状況を見ていきますね。まずこれがあなたです。はい、助教皇が出ています。はい。で、お相手の方も出していきましょう。あなたの方が年上なのかな？いや、でもお相手も皇帝が出ていますね。皇帝のカードが出ているので、そうだな、どっちが年上とかっていうのが今のところ出ていない。そうですね。ただ、そうだな、どっちも正位置なんですよね。あなたの方がプラトニックな関係っていうのを今感じていらっしゃる状況ではあるかなと思います。で、あとはこのお二人に対しての二人のね、関係性ってじゃあ今タロットカードから見たらどんな関係性なのかっていうのを出してもらいましょう。お互いがね、どんな風に思ってるのかじゃなくて、関係性としてはマジシャン入ってますね。ごめんなさい、これ皇帝じゃない。ペンタクルの4。なんか違うと思ったら、そう、ペンタクルの4と助教皇なので、あなたの方が年上なのかな。でもお相手もね、すごく年下ってわけじゃないんだけどな。精神年齢的には同じぐらいっていう感じがするんですよね。ただ、そうですね。でも精神年齢で言ったらあなたの方が1枚上手かなっていうところはあります。実年齢としてはね、どうだろうな。今年齢差で見てますもんね。で、もしこれ、年齢差で見ていっていますので、でね、どちらが年上、年下とか、今合わせながら見ていってますので、もし実際、これが入れ替わっている可能性もあるんですよ。例えば、こっちが年上で、こっちが年下ってなった時に、実際、これが逆になってるパターンもあるんですね。で、お相手とあなたの状況が入れ替わっている可能性もあります。なので、実際のその年齢差、あなたがもし年上だったら、年上だって、リーディングで出てきている方に合わせて、すり替えてみてくださいね。ただ、二人の関係性としては、すごく今可能性に満ち溢れているし、とても前向き、正位置で入ってきてるので、なんかね、お相手もいろんなものをコインもらってる、受け取ってるってところがあるので、そしてこれコインだからね、目に見えるものっていうのが出てきているので、あなたからいろんなものを受け取っていたりとか、その目に見えるものだけじゃなくても、言葉とかお気持ちとか、そういう優しさとかね、いろんなものを受け取ってるんじゃないかな。三者三様、いろんなものを受け取ってるよって
いうのがある。ちょっとね、あなたに甘えてるところがあるんじゃないかなっていうのが見えているんですが、でもこれ、今ね、お互いの状況でね、あるので、そのあなたに甘えてるとかじゃないとしても、今いろんな恵みをもらっているというか、大切なものが見つかる瞬間、そして2人の関係性としては、これからね、現実化していくことがあるんじゃないかなって。あなたの方がね、精神的なつながりとかプラトニックラブとかっていうのが出てるんですね。で、それを今実現化していく、0から1を作っていくところに、お互いの関係性が今あるんじゃないかなって。今これから始まっていくところ、例えば今、リアルに発展しようとしているところだったりとか、リアルで今顔見知りだったとしても、そこから一歩踏み出した関係性に今お互いがね、作り上げていくところにいるよっていうのが出てきています。はい、ではお互いに対するお気持ちももらっていきます。はい、お互いに対する気持ちはこちらのタロットカード、そしてあとはこちらのルノルマンからもらっていきますね。まずはあなたがお相手に対するお気持ちですね。今のね、関係性としてはね、すごくポジティブなので、いろんな可能性に満ち溢れている。で、自分たちがプラスの方に持っていこうっていう気持ちがあるので、ね、今まさに始まっていくところとか、これからさらにプラスにね、働いていくところっていうのがあるので、関係性としてはいいと思うんですね。そしてあなたのところに37番、この、ルノルマンカード、オリジナルのカードが入っています。そしてお相手に17番のコウノトリが入っています。あなたの方が、これね、時間のカードなんですよね。時計なんですよ。なので、結構年齢を気にしてるっていうのがもう分かりやすく出ていますね。時間を気にしてる。過ごしてきた時間なのか、出会ってからのね、過ぎ去っていったこの時の流れなのか、自分の生きてきた時間とお相手の生きてきた時間の長さが違うとか、つまり年齢ですよね。年齢を気にしてるとかっていうところが、ちょっとずつに出ているのと、お相手の方はね、コウノトリさんなので、あなたに対する気持ちとしては、こちらのマジシャンと同じように、今ね、新しい世界へ2人でやっていきたいとか、コウノトリ2羽いるでしょ。で、コウノトリって他のルノルマンカードだと1羽の場合が多いんですよね。で、このルノルマンは2羽いるので、あなたと一緒にね、やっていきたいとか、光も差しているし、今まさに飛び立とうとしている。で、あなたの愛をね、受けているんじゃないかなっていうのが感じられます。で、変化をね、迎える時でもあるので、はい。お相手的にはね、前向きに考えているんじゃないかな。あなたに対するお気持ちです。はい、タロットでも見ていく。女帝のカードの逆で入っているので、これどうかなっていうところがある。あなたの方はね、すごくね、わかりやすく出てるんですよ。リアルな関係性に今発展しようとしていくところにあたり、自分の年齢を、隠してる人もいるかもしれないし、隠していなかったとしても、年齢のことが気になって周り、前に進んでいけない。なんか積極的になれない、消極的になってるっていうところがある。年齢をね、すごく気にしてるっていうのがすごい出ていますね。なんか自分じゃ釣り合わないんじゃないかなっていうところがある。で、お相手は、コウノトリだけど、でもこれ女帝の逆で出てるので、これ解釈の仕方によっては、あなたのことを年上の女性って思ってないかも。ごめんなさい。女性っていう風に言ったのは、今女教皇とエンプレスで出てきてるので、今ね、この女性のカード2枚出てるので、思わず女性って言っちゃったんですけど、これ見てる方が男性の方であれ、女性の方であれ、性別問わず、このあなたのことを、年上だって思っていないかも。このエンプレスっていうのは、お母さんを表すカードなんですよね。妻とかね。もちろんね、魅力的な女性ってことも言ってるんですけど、この場合、私は、あなたのことをお母さんって思ってない。自分の親のような愛情を自分に向けてもらってるっていう風に思ってないよ。つまり、
その一人の異性として見てる、その母性愛とかっていう感じじゃなくて、これ妊娠している女性の描いてる描かれ方なんですよね。でそれ逆で入ってるので、解釈がねいろいろあるんですけど、でもこっちとかを見ていくと、あなたから受けてる愛情っていうのが、そのちゃんと異性からの愛として受け取っている、その母性とかね、そういうところじゃ落ち着かないよってところがあるんじゃないかな。でもしくはそのもしかしたらね、自分に向けられている愛っていうのが、親切から来る心だったりとか、優しさとか、まさか自分のことを異性として見ていると思っていなかったんだけどっていう風に感じてるのかなって。それを変えていきたい、新しく変えていきたい。なんかこう自分に対してはこうお姉さんとかお母さんとかっていう風に自分のこと扱ってるのかなって、接してくれてるのかなって、そういうつもりでね、先輩上司とかね、そういうなんて言うんだろう、親御さん的な気持ちで親心として愛情をくれてるのかなって感じてるんだけど、それを変えていきたいって思ってるとか、そういう感じで出てきています。とにかくね、変えたいっていうのがお相手から入ってるのと、ここもね、関係性としてはこれからね、可能性、しかも現実化していくものがあるよっていうのが出てるので、そのお相手がね、こうあなたらしくないなっていうのも最近感じてるんですって。そうだな、積極的になってくれればいいのになとか、最近消極的になってるとか、あとは新しく始まっていくこと、これから例えばね、デートに行こうよとか、関係性を進めていくにあたって、あなたの方が消極的になってるっていう風に感じてるんですよね。それでなんかあなたがギクシャクしてるから、それがお相手に伝わって、お相手の方がなんか最近あなたらしくないなっていうのを感じてるんじゃないかなっていうのが出てきています。はい。ごめんなさい。そして今日、ちょっと喉の調子があまり良くなくて、もしかしたら声が途切れ途切れになるかもしれないんですけど、頑張ってね、ゆっくりやっていきますね。で、次見ていきましょう。で、お互いに対する気持ちがあるんだけど、なかなかあなたの方が積極的になれないっていうのが出てきているので、で、ね、年齢差を気にしてるっていうのがすごくね出てるので、お相手はじゃあ年齢差についてどう思ってるのかを見ていきましょう。どちらが上と言ったら、なんかね、カードの並びで見てる限りだとお相手が下であなたが上で、実際逆だよっていう方は逆で見ていただいたらいいと思います。で、お相手はね、あなたの年齢差のことに対してはもう、なるほどね、ワールドの横、ワールドの横ともう一枚がワンドのエースなので、全く年齢のこと気にしてないんじゃないかなっていうのが出ていますね。なんか年齢差があったとしても、そこにこう湧き上がっていく思いっていうのは別にね、そこでストップされるようなものではないし、こう今情熱がね湧き上がってるので、あなたとの関係性を進めるにあたって必要なのは自分の情熱であって、で、あとはね、いろいろ小技はね、確かに必要かもしれないって、いろんなやり方、デートするなり、関係性を深めるなり、いろんな方法をやっていきながら前に進んでいくだけなんだって。そして年齢差のことについては、あまり感じてないんじゃないかなって。だそれはね、私がさっき言ったみたいに、数字であってっていうところが、お相手の中にあるんじゃないかな。ワールドも横で出てきてるのでね、そこに特にとらわれていない、なんか終わりでもなければ始まりでもないしって。で、個々がそれぞれ持っているもの、世界ってちゃんとある。それを受け入れて、で、それを踏まえた上でこう始めていくっていうのがね、並んでいるので、何をそんなに気にしてるのかなっていうところが正直お相手の中にはある。その年齢についてはね、自分は全く気にしてないよって。で、あなたがもし気にしてるんだったら、なんで気にするのかなって、大丈夫だよって言ってくれるんじゃないかなっていうのがあります。はい、では
ね、お相手はね、全然気にしてないよってところがあるので、では、あなたがね、その気にしているところっていうのは年齢なんですよね。ただ、お相手が大丈夫って言ってくれてるので、あなたもそこ気にしなくなれば、もっと関係性が深くなっていくっていうところがあるんじゃないかと思うんですね。で、お相手がね、その年齢以外のところであなたのことを魅力的だなって思っているところがあるんですよ。そこをね、もらっていきましょう。そう、じゃあ、ルノルマンからももらっていきましょうね。ね、年齢じゃないところに惹かれてるから、お相手があなたとの関係性を進めていきたいっていうところがあるんですよね。で、お相手に聞いてみましょうね。あなたの好きなところどこですかっていうの。はい、1枚もらっていく。クローバーのカードが出てるので、こう日々のね、日々のあなたとのやりとりだったりとか会話だったりとか、こう小さなねことが積み重なってこれが幸せになってるんだよっていうのが言われていますね。あなたからね、とにかく与えてもらってることに感謝しているよっていうのが言われてます。なんか何気ない一言だったりとか会話ですね。電話とか LINE とかしていて、おはようとかおやすみとか、そんなちょっとしたことが自分の中で積み重なっているところあるんだよって、すごくね感謝してるっていうのを言ってるんですよね。そしてあなたと一緒にいることが自分の大げさかもしれないけど幸せにつながっているんだよって、温かい気持ちになれるんだよってところがある。クローバーってすっごくね、バラみたいに目立つような派手さはないんだけど、幸せのクローバーがね、探すとあるよって言われてる通りに、あとね、すごくたくさん、野原にね、繁殖していくから、こう小さな幸せ、小さな存在だけど、すごくね、たくさん繁殖、増えていくよって、小さなことが積み重なっていって、それがその中にね、四つ葉のクローバーを見つけるように、幸せが眠ってるんだよっていうのが言われてる。はい。で、ペンタクルのナイトが1枚出ているので、そうですね。あなたに対する魅力として、マイペースなところもあるのかな、あなたの方が。慎重派とか、ゆっくりめとか、おっとりとか、まったりとか、そういうのが似合うかなと思います。はい。小さなことを積み重ねていくのが得意なところ、そういうのをお相手はちゃんと見てくれているっていうのがありますよ。でもね、手を差し伸べていってもあなたの方が逃げていってしまうんじゃないかっていうのを感じてるところがあるみたい。魅力としては、こう誠実さだったりとか、優しい温かさだったりとか、あとはこまめにね気を配ってくれるとか、愛情を傾けてくれるとかっていうのを感じてるんだけど、お相手がいざじゃあっていう風に行動に移そうとすると、あなたの方がどっちかっていうとためらってしまったり躊躇してしまったりっていうところが出てくるのをお相手が感じてるみたい。少しねもどかしさを感じてるんですって。もう少しで手に届きそうなのになかなか手に入らないとかね、結果が出てこないってお相手の中ではね、そういう風に感じてるみたいです。はい。で、そうですね、あなたにねアドバイスをもらった方がいいと思うんですよね。多分ね、ただあなたが今なんかその時間とかね、年齢とかそういうところをすごく気にしていて進めないって言ってるところに対して、何かアドバイスになるようなことをもらえたらいいなっていうのを思っています。ちょっとトランプからねもらえたらいいなと思って、であなたとお相手にそれぞれもらおうかなと思います。もうちょっと早くもらえばよかったかな。12番のカードと、はいで13番のカードなので、そうなんかね2人の距離ってそこまでね遠いものでもないので、なんかね今までだったらお相手があなたの愛情を受け入れてるとか、毎日あなたからの言葉を受けて感謝してるとかね、どっちかっていうと愛をもらってる方だったのかなっていう風に見えてたんですけど、でもね自分でね動いていくよっていう風に出てるので、
これからはね、お相手があなたのお話を聞いてくれたりとか、受け止めてくれたりとか、今まで以上にね、優しくしてくれるとか、そういうところが出てくるんじゃないかな。あなたに差し出してくれるものがたくさん出てくる。今までたくさんやってもらったからっていうこともあると思うんだけど、お相手の中でもね、変わっていくんじゃないかな。愛情表現っていうところが。で、今度はあなたが受け取る番だよっていう風に出ていますので、もう何かね、今気にしていることとかもしあるんだったらそこ気にしなくていいよとかっていうところかな。そしてそうだな、お相手特にね、何か年齢について負い目を感じてるとか、あとその他に関してもね、自分に自信がないとか、そういうところが出てきていないので、あなたとのことを大切にしていきたいとか、そういうところが出ていますね。で、今度からはね、安心して受け入れて受け止めてね、言ってもいいんじゃないかなっていう風に出てますよ。で、ナンバーとしては12番っていうのが出てますので、12を意識してもいいと思います。お相手は13なんですけどね。はい、では2人のね、そうだな、先にアドバイスもらっていきましょうかね。もう1枚。はい、何かね、優しい関係性になれるというか、もっとね、和やかな関係になれる。もともとそうなのかもしれないけど、2枚落ちてきてるのがありますね。これはね、もうあなたがね、すごく魅力的なんだよってことをね、教えてくれてるカードですね。お相手の中にあなたっていう光り輝くものがちゃんとね、入っていて受け止められてるから、要するにね、自信持ってねって言われてますね。その目に見えるものだけが全てじゃない。そこをね、お相手が言ってくれてるのかな。あなたの内面的な美しさとか、そういうところをお相手がよく見てくれてるので、どちらかというとね、あなたが外見的な要素だったりとか、数字とかね、目に見えるものを結構意識しがちなんですよね。ただ、そこにとらわれているからこそ気持ちのつながりを大切にしたいっていう思いもあるんですよ。だからその精神的なつながりっていうのを今すごく持てているような状況で、じゃあ具体的にそれをね、具現化していこうとすると、あなたの方が足踏みしちゃう。なぜかっていうと、外に現れて目に見えるもの、自分の容姿とか年齢とか、例えばね、何かの数字だったりとかね、そういう、仕事柄とかね、そういうところを気にしてしまって、なかなか進めないんだよってところは、違うんだよって、そこじゃないんだよってことを言ってくれてます。この目に見えるところだけが全てじゃないから、自分をね、もっとね、受け入れて自信持って大丈夫っていう風に言ってくれています。はい。自分の中見ていこう。中に自信持っていこうって。内面から溢れる魅力とかもあるからねっていうのを教えてくれてますね。はい。こうやって出てくれているので、目に映るものだけが全てじゃないよって。もうクローバーみたいにね、そうパッとした華やかさがないかもしれないけど、確実に毎日2人の間で積み重ねているものがあるからねっていう風に言われています。そして2人の関係性としてもマジシャンが入っているので、すごくね、未知な可能性、これからね、プラスにやっていけるっていう可能性に、っていうカードが出ていますので、もっと前向きにね、積極的に取り組んでも大丈夫だと思います。では、2人の今後の流れを軽く見ていきます。はい、まずはソードのクイーンですね。いいですね。このアドバイスを受けた後、あなたとのお相手の動きです。ソードのエース、ペンタクルの、9番の逆。やっぱり、自信がないのかなっていうところがある。で、ソードのね、クイーンとキングで挟まれてるので、ここの4枚で終わっていこうかなと。ちょうどキリがいいので、キリがいいってことは、2人の関係性がね、確実に変わる。キリがいいところに変わる。なんて言ったのかな。歯切れのいい関係になっていくというか、そういうところに出てくるんですよね。そして、クイーン、ソードのクイーンとキングがそれぞれ正位置で揃って出てきてくれているので、お相手とあなたっていう形で、ここ、ソードの夫婦が揃っています。これね、挑戦かな。一言で言ってしまえば、あなた自身が、これね、自分のね、
恥ずかしいなって思うところとかも脱ぎ捨てていくんだよっていう風に言われてるオラクルカードもあって、これもね、冠をね、受け取る瞬間なのかな。だから自分に自信をつけるタイミングがやってくるんじゃないかな。あなたに必要なのは自信だよって言われてます。でもここでクイーンとね、キングがいるので、カップルなんですよね。夫婦ですね。夫と妻なので、ソードのね、同じソードの、妻と夫なので、もう二人の気持ちって一緒なんじゃないかなって思うんですよね。ここでこうやって未来のところに出てきているので、しかも正位置でね、出てきているので、気持ちが揃ってる。そして、似てるところもあるし、今まで積み重ねてきた二人のやりとりっていうのも、もっとこれからね、大切にやっていくんだよっていうのも言われています。あとはあなたが自信をつけるだけで、お相手は今やろうとしていることを実行していくだけで変わっていくっていうのが出る。二人がね、お付き合いできるとか、進展していくとか、そういうところに結びついていくので、あなたが例えば今なんかね、自分を見せるのが恥ずかしいとか、目に見える形になっているもの、年齢だったりとか、自分の例えばね、体型とかね、そういう容姿とか、そういうところじゃないところ、なんだよってことに気づいて自信持っていけば大丈夫よっていうふうには言われてるんですが、ただね、あなたが自信を持つまでの間っていうのがいろいろとあなたの中であっち行ったりこっち行ったりっていう気持ちが結構揺れちゃうところがあるのかなっていうのがある。どうしても踏ん切りがつかないって、自分に自信が持てないっていうところがどうしても出てきちゃうんだっていうのがあるんですよね。で、いくらお相手の方から動いてきてくれたとしても、やっぱり自分の中で引っかかってしまって、自分で動けない、自分からはいけないとか、どちらかというと受け身になってしまったりとか、で、お相手から気にしてないよとか大丈夫だよって言われても、どこかね、疑ってしまう。なんか自分に自信がないから、本当にそういう風に言ってくれてるのかなとか、自分は本当は魅力ないんじゃないかなとか、気を使わせてるんじゃないかなとか、そういうところに、堂々巡りしてしまって、自分から動けない、自信つけられないとか、そういうところに入っていきそうなんですね。でもただね、あなたがね、それを受け取るだけでいいんだよって、もう単純に、シンプルにね、言われていますので、もう間もなくあなたがそれを受け取る時が来る。そのお相手の決断してからの行動っていうお相手が表してくれることを受け取る時が来るので、その時はあなたはこの冠を受け取るかのように、優しくただそれをね、受け取るだけでいいのよっていうのがありますね。はい。やっぱり自信がないっていうのが出てくるので、あとはね、ないものねだりだったりとかもするから、例えばね、わかりやすく言うんだったら、このカードの並びで言うんだったら、時間が巻き戻ってくれたらいいのになとか、あとはね、自分がもう少しね、若かったらいいのになとか、そうですね。あと自分に自信があったらいいのになとか、どこかないものねだりしてしまうようなところがある。しかも、どっちかっていうと目に見えるところで、かなり精神的にね、あなたすごく大人だし、清純、清らかだし、だからこそかな。純粋だからこそ、それをね、受け入れられないってところもあるのかな。いつまでも若々しくいたいっていう気持ちがやっぱりあるのかなっていうのを見てると、やっぱりあなたの方が年上なのかなっていうところがあるんですけど、でもね、お相手はね、そういうところじゃないんだよってことを言ってくれてるので、あなたから日々かけてもらっている言葉とかね、そういうところに着目してます。そして新しいところへ行きたいんだよって、変わっていきたいんだよってことを言ってるので、あとね、決めていくっていうのもあるから、なんかないものねだりをやめていけば、ちょっとここね、ピシッとね、ピシャッとカードが言ってるかもしれない。なんか自信持ちなさいよ、あんたってそういうとこじゃないのよとか、なんだろうな、あなたないものねだりしなくていいのよとか、なんかピシャッと言ってる気がするんですけど、なんかね、そこを取り除いていけば、もっとね、なんか柔らかい関係になれるというか、もっと発展していけるっていうのが出ていますので、
十分ね魅力的だから、そういうところの外見的要素とか数字とかにとらわれないでねっていうのが出てきています。はい、では最後にお相手が何かね今始まっていくみたいな感じの流れが出てるので、何かね行動に移してくれるのかっていうのをもらっていきましょう。何かね、あなたの方は受け取るだけよみたいな感じで出てるので、お相手がじゃあ動いてくれるのか。今この年齢差っていうのを見てるので、片思いとかパートナーとかいろんな関係性の方が見てらっしゃると思うんですが、それぞれの関係性に置き換えてくださいね。はい、お相手が動いてくれるのか。レターのカードだから動きますね、確実に。これね、手紙なので、そうだな、メールとか LINE とかね、文字っていうのも出てくるんですけど、でも言葉としてなんかちゃんとねお相手が伝えてくれるっていう可能性もあるんじゃないかと思います。はい、なんか電話かな、あと対面っていうこともあるかな。すごくねはっきりと伝えてくれるお相手の方から動きがありますよ。あなたのことが大切とか好きだよとか、あなたのことについてこう思ってるよとか、あとはねあなたが気にしてることに対してはこうだよっていうちゃんとした気持ち、意思っていうのを伝えてくれるっていうのが出てきています。はい、なのでそれを受け取って、あなたがあとはね自分の中でどうクリアしていくのか。結局このあなたがね気にしてるところって、お相手がね気にしなくていいよとか、こんな魅力あるんだよっていう風に言われていても、あなたがそこで受け取っていけるのかどうかってところが一番のねこのポイントなんですよね。このリーディングを見ていて、なんかお相手が揺れてるってよりは、あなたの方でこの自分自身のこの目に見えるもの、例えば年齢とかね、数字とか、例えば生活スタイルとかね、ライフスタイル、そういうところとか、自分で自分の中にねうまくね落とし込めて、自分のね型にはめていけるのかどうかっていうところにかかってるんじゃないかなっていうのが出ています。はい、あとはねお相手の方から動きがあったとしても、あなたがそれを受け止めた後にどうやってあなたが動いていくとか、受け止め方とかね、そういうところだよっていうのが言われてますので、はい、これをね一度考えていただいて、ね、あとはねお相手のお気持ちとかね、そういうのも十分伝わってます。あとはあなた様がどうやって決めて、どうね受け止めて、自分の中で消化してって、どう自信つけていくのかってところだよっていうのが言われてますので、こちらを参考にしてください。以上、こちらが1番をお選びいただいた方のリーディングとなります。今回は年齢差の恋愛関係について見ていきました。お相手がどう思っているのか、そのね年齢差に対してどう感じているのかっていうことと、今後の流れも見ていきましたので参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、コメントや高評価、そしてチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、年齢差のある恋。お相手はこのことに対して、年齢のことに対してどう思っているのか、2人の関係性を見ていきます。はい、ということで、タロットカードは今回は正逆採用して見ていきます。で、タロット以外のカードはすべて正位置です。ということで、今回その年齢差のある関係性についての恋愛の行方を見ていくんですが、これね、もしかしたらお相手側とあなた側で出していくんですが、どちらかが年上、どちらかが年下みたいなことを見ていくので、もしかしたらねこの立場が逆になってる場合もあります。逆転してる場合もあるんですね。なので実際のご年齢の方に合わせて見ていただいた方がいいかもしれません。例えばね、あなた側の方が年下でお相手側が年上っていう風に出た場合で、実際の関係値的にはあなたの方が上なんだよなっていう時は、お相手側を自分側としてご覧いただくといいかなと思います。そして
一番大事なのはね、お相手がその年齢のことについてどう思ってるのかっていうところですよね。で、これはその今お付き合いをしている方でも、まだお付き合いしてませんよっていう方でも、あとは複雑恋愛の方でも、どなたでもご覧いただけます。言葉を置き換えながらご覧になってください。まずこちらから今のお相手、そしてあなたお互いの状況を見ていきます。で、こちら側があなた、こちら側がお相手という風に出していきますね。あなたのところに1枚出ていますね。でもちょっと横になってるんだけど、でも足さないでいきましょう。つまり悩んでる、迷ってるってことですよね。お相手運命の輪が正位で入っていますね。今何かね、タイミングだよっていう風に言われていて、ただね、そのあなたがお相手がタイミングやってきたって思ってるんだけど、あなたの方がね、波に乗れていないんですよね。囚われてることあります？何かね、こだわりがあるとか、ここから抜け出せない、この気持ちから抜け出せない、何か悩みから抜け出していけないとかあるのかな？選べないとかね、なんだろうな、自分の中の心の中にね、絡みついてくるものがあって、それが取れないとか、それが疑心暗鬼だったりとかっていうところ、自分の心と戦ってるってところが出てきている。でもね、お相手が今こう動き出してるんだよって、自分の中のね、その時がね回ってきてるっていうのがあるので、2人の関係性がね、このタロットから見てね、客観的に見て2人の関係性ってどんな関係っていうのをもらっていきますね。で、お相手がね、その状況で運命の輪を出してきたので、そうですね、どうかな、深掘りしないとわからないところもあるかもしれない。2人の関係性としてはワンドの3出てますね。いや、いいですね。これからの2人の展望にすごく期待しているっていうところがある。そうだな。今本当にね、飛び立とうとしてるんじゃないかな。どちらかがね、連絡しようとしていたりとか、動き出そうとしていたりとか、でもこのカードの並びで見ると多分お相手の方がね、あなたの方に頼りを送ろうとしているとか、連絡くれようとしてるとか、実際に連絡くれたりとかアタックもらっていても、あなたの方がなんだろうな、しがらみから抜け出せないって言ってるんですね。ちょっとトランプから少しもらおうと思います。あなたとお相手にそれぞれね、トランプで1枚出していきます。で、もしかしたらこのトランプの数字も少し見るかもしれないです。というか見ます。はい、そうだ、見ます。まずあなたの方で1枚、ハートの5番が入ってますね。お相手の方はキングじゃない13番のカード。そうか、トランプだけで見るとお相手の方が年齢的に上っていう感じがするんですね。そうなんだ。でもなんかこのトランプは、お相手はね、その年齢じゃなくて、なんだろうな、年齢イコール質みたいに考えてるところがあるのかな。もしくは年齢のその数字じゃなくて、要するに中身の年齢、精神年齢ってところを見てるのかなってところがあるかな。で、あなたの方がそうだな、すごくね、頭の中ですごいいろんなこと考えてるんですよね。いろいろとああだこうだっていうのを考えていて、もちろんね、ああすればよかったんじゃないかとか、こうすればいいんじゃないかとか、もっとこうだったらよかったのになとか、ああだったらいいのになとか、あとはああしようこうしようとか、こうしたいああしたいとか、そういうことをいろいろとすごくね、考えているっていう感じで、より良い方向になっていきたいっていうのが基本的にあるんですよね。だけどまだね、自分の本当の魅力っていうのをあなたは気づいていないんじゃないかな。あとは
魅力を見失いかけている、自分の自信を見失いかけていて、でその目の前のことにとらわれていたりとか、その自分の心の中にまとわりついているものに、自分のね魅力を忘れかけてしまうようなことがあったりとかっていうのが出てきている。でどっちが年上とかね、そういうのがね今あまり出てきていないんだけど、少しねこれをもらっていこうかなと思います。はい、ではこちらのタロットカードから、そうですね、どっちが上っていうのをね見た方がいいのかな、どうなのかな。ただあなたの方がどちらかというと迷いが出てる。迷いね、その年齢のことに対してなのかな、年齢じゃないところでもそうなのかな。もっとね自分を輝かせたいっていう気持ちが一番あって、それに対して悩んだり落ち込んだりグラグラしたりとか、あとね少しだけ周りに嫉妬していたりとか、お相手かもしれないけどね、もっとこうだったらいいのになとか、自分自身責めてしまったりとか、そういうところも少し出てるかなと思います。でお相手から見たあなたの気持ちと、あなたから見たお相手の気持ちも見ていきます。で今口でねお相手の方が先に出てきたので、お相手から出します。はい、お相手から見たあなた。なるほど、強行のカードですね。であなたから見たお相手となると、忍者の逆か。そうなるとそうだな、どちらが上、年齢差ね。年齢差で見るとそうだな、あんまり見えてこないところはあるけど、あなたの方が上かな。でもな、忍者は忍者ですもんね。逆とはいえね、あなたの方が上なのかな。お相手から見たあなたっていうのが、結構あなたすごくまっすぐっていう風に見られてる。お相手から感じられるのは、その自分の意思を貫き通すとか、もともと仕事に対して熱心だったりとか、仕事に対する姿勢、仕事じゃないかもしれないね。その趣味として通じてるものがあるんだったら、その趣味とかね、あなたが取り組んでることに対するひたむきさとかね、そういうのがすごく伝わっていて、であと教皇っていうのは、その教える立場、先生みたいなものなので、だからお相手から見たらあなたは先生のような存在っていうのが入っています。良いアドバイスをくれる人だったりとか、相談相手とか、話を聞いてくれる人とかね、そういう風に入っています。そしてあなたから見たお相手っていうのが、これね、こじらせちゃってるんですよね。なんであなたから見たらお相手こじらせてる風に見えるのかなってところで、少しもらっていこうと思います。なんだろう、気づいてほしいっていうところがあるのかな。何にこじらせっていうのと、あとプラス、私を見てとか、あとなんだろうな、真実に気づいてほしい、私の本当の気持ち気づいてとか、そういうところもあるのかな。ちょっと深掘りしますね。そっか、カップの2が出てきてるので、その真実の愛だったりパートナーシップだったりとか、本当はこう対等に今ね2人が一つになるために、近づいていくために、つまりそうだな、分かりやすく言うとお付き合いに発展させたいとか、自分のね告白して OK もらいたいとか、お互いの気持ちが通じ合ってるってことを確認したいんだけど、今それがねこじらせてるような状況なのかな。でもね、これお相手に対するお気持ちで、その私の思いに気づいてとかっていうところはこういうところ、あなたの本当の気持ち、多分ね対等な立場っていうのがここで出てくるので、何か上下関係を感じていたりとか、今は年の差っていうことでテーマで見てるので、年齢っていうところにあなたがもし引っかかっているところがあるんだったら、それを取り除いて、そういう年齢じゃないところで2人で対等に向き合っていきたいとか、同じ立場でやっていきたいっていう気持ちが出ているから、そこに気づいてほしいなって。だけど多分今あなたの立場的に、立場っていうのかな、
年齢っていうのかな、年齢をテーマに見てるのでね、年齢とか立場的にはそれを素直に言えないとかっていうところがあるのかな。こじらせてるのがあなたっていうところが出てきていますね。お相手じゃなくてあなたか。あなたがこじらせて素直になれていないとか、考えすぎてる。すごく囚われていますね。自分の、そう、これおじいちゃんでしょ、ハーミットが。自分がおじいちゃんであることをこじらせてるんですよ。で、こっち若々しい若者の2人でしょ。で、今年齢差をテーマに見てるので、自分が老いていることとか、その年齢を重ねてることについて気にしてるのかな。体の老いとかね、疲れとかそういうことを気にしてるのかもしれないけど、そうだな、あなたの方がこじらせちゃってて、うまく素直に言えていない。気づいてほしいのに自分で素直に伝えられない、その気持ちだったりとかね、そういうところもあるんでしょうね。で、お相手の、多分ね、お相手が、今トランプで見てるとね、お相手の方が上かなと思ったけど、こっちのタロットで見てると、あなたの方が年齢を気にしている。あと、見た目ね、自分の見た目。どっちが上かな。でもただこれ先生のカードが出てるから、年齢もしくは立場的にあなたの方が上っていう可能性が高い。で、そうやって見るとするんだったら、あなたがやっぱり立場とか年齢を気にしてて本音を言えていないのかな。そしてお相手がね、あなたのことをわかりやすく言うと先生っていう風に良き相談相手として接してくれているのをあなたも知っているから、余計恋心があるってことを言えていないのかなっていうのが見えてきています。お相手の気持ちね。ただ関係性としてはそのお相手期待してるんですよね。そのあなたとの発展していくことを期待してる。すごくこれからね、さらに発展させていきたい。で、夢を膨らませてるんですよ。そして運命の輪も入ってきてるので、何かこう自分にとって今ね、歯車が回り始めたというか、何かをつかみやそうな時でもあるんですね。そしてあなたに何かを伝えようとしている。これもらっていきましょうか。何を伝えようとしてくれてるのかなっていうのを、ただなんかね、こう質だよってことを言ってるんですよね。何の質なんだろう。クロスのカードだ。これもね、クロスなんですよね。その何の質なんだろうっていうのは、そのあなたの精神性のその質の高さっていうのを表してるのかな。ただクロスのカードが出てきてるので、これね、いろいろ解釈があるんですよ。でもここにもクロスを持った教皇が出てるので、あなたがクロスに見えるんですよね、私の中で。で、お相手の中で聖なるものみたいな感じで見てるところがあるので、そこに対してどう切り込んでいくのかって自分自身感じているところがあるっていうのと、あともう一つはその今の関係性を、崩してというか切り込んでいけるのかどうかっていうところ、そのお相手が結構先を求めているところがあるので、それをやっていいのかどうかっていうお相手のその今決めるところにいるのかなっていうのがある。もう一枚もらいましょうね。木のカードが出ていて、この木のカードはね、チャクラとかも表しているんですよね。健康状態のことを結構強く言ってる、このノルマンカードがね。なんか体調、体のこと、外見、見た目、目に見えてわかるところ、年月を重ねているもの。だからそういうところを結構お相手も見てるのかなってところがある。例えば、あなたが気にしていることの中に自分の体調、なんかさっきそういうことちらっと言いましたよね。体の変化だったりとか、元気、体力がないとかさっき言いましたっけ。そういうところ、あなたが気にしていること、お相手にも伝わってるんじゃないかな。でもね、お相手どっちかっていうと前向きに考えているんですよね。どういうことかな。
末永く良好的な関係を築いていきたいのか、あなたの、外見的要素もしくは体調面とかを気にされているのか、安全とかね、そういうのを願っているのか。ただその年齢のことに対してはね、これ受け止めるしかないよねみたいなことを思ってると思うんですよね。そこに対してね、もらっていきましょう。年齢差っていうのをテーマで見てるので、年齢差についてお相手はどう思っていますか？ただそのあなたの迷い、例えばそれが外見的要素とか数字とか立場とかそういうところでもし気にしているのであれば、そこに対してね、はっきりお相手がしてくれるんじゃないかなっていうのがある。何かしらの形にして表してくれるんじゃないかなっていうのがありますよ。はっきりさせるっていうか、それがどんな意味ではっきりさせようとしてるのかはまだ見えてないんですけど、そうだな、お相手のあなたに、年齢差ね、年齢差に対する気持ちで、ソードの A と逆で入ってるので、なんかね、そんなにあなたが考えなくていいのになっていうふうに思ってる。年齢差のことをすごくね、あなた気にしてるかもしれないけど、こっちがあまり気にしてないんですよね。年齢差のことについてはね、縛られたくないって言ってるんですよ。解放されたいって自由になってるので、縛られてるの逆だから、もうそういうところで見ないでほしいとか、年齢にとらわれないでほしいとか、そういうこと言ってますね。もうそういうところ気にしなくていいし、あとはなんだろうな、いろいろ考えていて、もっとこうだったらいいのになとか思ってるところをちゃんと現実的に目を向けていかなきゃいけない時が来てるんじゃないかっていうのをお相手が感じてるみたい。その年齢のことだけじゃなくて、今まで目をつぶっていたこと、あなたかもしれないしお相手かもしれないんだけど、そういうお互いの目をつぶっていたこととか見えてこなかったこと、あなたが例えば年齢伝えていないんだったら、そこを明らかにしていく時とか、そういうのも出てるのかなっていうのが出ていますね。ではね、このままカードを変えていきましょう。なんかね、お相手そこまでね、なんか年齢にとらわれないでって言ってるんだけど、じゃああなたとどうなりたいのかっていうのを見たいのと、この運命の輪がね、お相手の中でどういう風に回っていくのかを見たいんですよ。何のチャンスがお相手にやってきてるのかっていうのを見たい。そしてあなたのとのことに対しても、今なんかね、行きますよっていう感じがするんですよね。どこに何をどんな風な気持ちでっていうのがある。だって強行のカードが出てるから、そっか。強行のカードはね、複雑恋愛をされている方の時に私のリーディングでよく出てくるんですよね。その正していこうって、その公にしていけるのかどうかっていうのを通ってるカードなんですよ。なので、隠し事を公にしていくとか、みんなの前で誓いを立てるとかね、そういうことも言われてるから、先生的な存在として見てるんじゃなくて、もしかしたら複雑恋愛を解消させて、表向きにね、今表現していく時なんじゃないかってことも言ってる可能性もあります。でもね、ちょっとお相手の気持ち深掘りしましょう。まずソードの点、もうね、傷つくのは終わりだって。やっぱりなんかね、自分の中で今一つの区切りがついて、新しいところへ向かっていくチャンスがやってきてるとか、そういう波に乗っている、もう縛られるものは何もないと。で、そうだな、新しい夜明けがやってきていて、それに向かってもう飛び立ってるので、現実化させていきたいっていう、もっとね、見せてほしいっていうことを言ってるのかな。あなたに対してですよね。もうね、悩むのは終わり、苦しむのは終わり、見せないところは終わりを見せていく。何か隠していることとか、例えばね、秘密にしていることがあるんだったら、それはもう終わりで、あとは明るみに出していくよとか、あとはね、そうだな、もう一枚もらおうかな。ワールドか、やっぱりそうですね、終わりだよって。そしてお相手の方がどっちかっていうと積極的に動いてくれてるんですね。いや、なんかね、最初ね、先生的な存在で見てるのかなって思ったんですけど、なんか違うっぽい。
今までの関係性に区切りをつけたいってことを言ってるんだけど、でも区切りをつけるイコール終わりにするんじゃなくて、その末永く2人が育っていくための関係性だったりとか、虹がかかっている。でこれね、体なんですよね。体なんですよ、チャクラ。だから体のことを気にしてるんですよね。お相手の中で結構気にしてるというのは、悩んでるとかじゃなくて、そのことについてもう大丈夫だよって言ってあげたいっていう感じかな。であとは末永く関係を築いていきたいっていうのもあるから、そういうのとかを見ていくと、今ねこう関係をはっきりさせたいんじゃないかな。ちょっと前まで苦しかったのかな、お相手があなたに対する気持ち抱えていて、素直に表現できなかったから苦しかったとか、あとは本当に年齢差のことであなたが気にしていることをこっちも感じていて、あなたが気にするんだったらこっちも気にしなきゃなとか、なんかね隠してるっていう感じがするんですよね。みんなに隠してるのか、お互いの気持ちを言い合えなくて隠してるのか、隠してるっていうワードが入ってくるので、年齢を隠していたのかね、言えなかったのかもしれないけど、いろんなところで隠してる。年齢を隠していなければ2人の関係を隠してる。みんなにね内緒で恋愛してるとかね。あとはそのお互いの気持ちを素直に言えていなかったのかなっていうところが今公になっていくよっていうのが出てきています。もうそれがねすでにお相手の中ではそれが苦しかったんですって。隠していたこととか隠されていたこととかで、その隠されていたとしたら、その隠されていた事実を知って、でもねちょっとショック、隠されていたことにショックだったんだけど、でももうこれ夜明けなんですよ。もう終わりなの。苦しみはもう終わって、もうここからもうすぐにねこう明るい方へ動くところに来てるから、その苦しみからはもう立ち上がってるんですよね。解消されてるの、抜けてってるのね。暗いトンネルからはもう抜けてってるので、どんな意味でお相手が苦しさを抱えていたのかっていうのはそれぞれのね状況とかにもよって変わってくるんですが、この苦しかったよってところからもうすでにお相手は抜けていて、だからこういう明るい未来へ向かって鳥を飛ばしてるんですよね。そういうタイミングがやってきた。何のタイミングかって聞くと、こう年齢についてはとらわれない、もう縛られないよって、自由になっていくんだってところと、あとこの自由っていうのがねここに入ってるかな。みんなの前で自由に表現していきたいとか、2人の関係はっきりさせたいとか、あとはその見た目、年齢、体力、あと健康のこととかに対してははっきりと安全性を求めていくよとか、あとは気にしていることを解消させていくよっていう風に出てきていますね。で世界がここで入ってるので、もうなんかねあなたとの本当にね公にしていくというか、2人の世界を2人だけの世界にしなくて、2人だけの内緒の世界、2人の秘密基地から抜けて広い世界で2人は一緒なんだよってことをアピールしていきたいってことを言ってるんですよね。そういうのを見てるとなんかこう複雑恋愛なのかなっていうのが出てきています。であなたの方もねこじらせをねなんとか解消していかなきゃいけないですよね。でかなりこう自分の外見的要素ってところをあなたが気にしているのかなっていうのが出てきています。そこに対してあなたが今できることを何かアドバイスもらっていきましょう。今あなたができること、その肯定に向けてのアドバイスみたいなものですね。なんかねあんまりねとらわれないでっていう感じかな。これ運命の輪に少し似てるじゃないですか。で時の流れには逆らえないし、今このテーマが年齢差っていうところで見てるので、もしそこにあなたが気にしているのであれば、これ受け止めるだけしかねあなたはできないよって。
だってね、生まれてから年数って必ず誰しも平等に与えられるものだから、たとえお相手とあなたの間に年齢差があっても、それを埋めることはできないし、逆にね、話すこともできないんですよね。その年齢っていう数はね、それぞれ1年過ごしていけばお互い同じように1歳ずつ年を取っていくから、あなたが急に若返るとか急に年を取るとかそういうこともできないから、この波にはね逆らうことができないので、もしなんか年齢とかをね気にしてる、数をね、見た目とかを気にしてるんだったら、見た目というか数ですね、立場とか、もうどうしようもならないところ、年かな、年齢かな、だって立場とかだったらね、まだ変えようがありますよね。どうしても変えられないところっていうのは変えられないから、それを受け止めて、そこね受け止めるとね、もう少しあなたが華やぐというかね、なんかこう自然の美しさがにじみ出てくるんじゃないかなと思う。抗えないところを抗っていても、ジタバタしてもどうしようもならない結果しかならないから。あとはね、こう見た目とかだったら努力次第で何とでもなりますよね。こうダイエットするとか、その少しでもね綺麗にいようとか、そうなんていうのかな、年齢に合う美しさとかもあるじゃないですか。何かねこう見た目で判断するところってやっぱり人はねみんなあるんですよね。例えばね、私のことで言うんだったら、今こう私って手元しか画面に映っていないし、あと聞こえるのは声だけだし、私の口調とか声とか手の動きとかでもう見たり聞いたりすることだけでこう情報をなんとかね得ようとするところがやっぱり人間はありますよね。なので実際私がどんな表情をしているとか、あとは例えばね、どんな見た目の顔をしているとか、実際年齢は何歳なのかとか、まあ女性か男性かっていうのはなんとなく声でわかるけどっていうところはあるけど、例えばね、身長は何センチなのかとか、ね、そういうところって目に見えるところとか聞こえる部分でしか判別できないじゃないですか。なので、例えばね、年齢に合う美しさとかっていうの大切だなって思うんですけど、例えばなんですが、50歳の方がこう20代の時のような体力、若々しさとか熱量を取り戻せるかって言ったら、ある程度は取り戻せるんですけど、でもじゃああの時の自分、20歳の頃の自分と全く同じになれるかって言ったらそうではないんですよね。積み上げてきた経験とか生きてきた年月の間で体験してきたこととか学んできたこととかもあるから、20歳の頃の自分には戻れないんですよね。今の方が確実に美しくなってるってことに気づいていただきたいんですよね。例えばね、こうミニスカートが履けないから老いてるとかじゃなくて、あとはね、50歳になってもミニスカートを履けてる人もいるし、履きたい人は履けばいいし、勇気出なくなって履けないって人は履かなくていいと思うし、なんかそういうところじゃないんだよなっていうところがこのカードから出ていて、あなたはどちらかというとそっちの方を結構気にしていたりとかしてるんですよね。でも見た目ってなんだろうな、20歳の頃に戻れはしないけど、今は今の美しさっていうのがあるので、例えばね、年齢で諦めることなく、今の見た目で諦めることなく、年はね、確かにね、積み重ねてきた年は変えられないけど、見た目だったら努力で変えていけるし、あとはなんだろうな、大人っぽくなりたいとか若々しくなりたいとか、それ度が過ぎなければ求めてっても全然いいんですよね。なんだろうな、50歳の人が20歳の頃の自分と全く同じような格好とか体力でいられるのかって言ったら違うんだけど、なんだろうな、年相応に乱れてもいいと思うんですよね。そこからにじみ出てくる美しさとかあるじゃないですか。その芸能人の方とかでも分かりやすくね言えば、その年齢に見えないぐらい美しさが出ている方もいますし、内面からねにじみ出てくる美しさを持った方もいるじゃないですか。なので
例えばね、吉永小百合さんとかも実年齢よりももちろんね若く見えますし、それは若く見えるための、美しくいるための努力っていうのも怠らずやられているからだと思うんですね。賜物だとも思いますし、あとは内面からにじみ出てくる美しさっていうのも感じるんですよね。吉永小百合さんが20歳の頃の吉永小百合さんと同じかって言ったら全然今違うと思うんですよ。でも内面からにじみ出てくる美しさが増していたりとか、もちろんね実年齢より若く見られるってこともそうなんですけど、なんかそれだけじゃない美しさって持ってると思うんですね。私はそう思うんですよ。なので吉永小百合さんに憧れる方ってすごくたくさんいるし、彼女の生き方とか考え方とか、そういうのってやっぱり20歳の頃から年齢を重ねてきていろんなこと経験されたからこそ出てくるものとかもありますので、表現の仕方だったりとか、ね、そういうのもありますので、内面から出てくる美しさってところとか、あとはね、ある程度ね努力すれば見た目っていうのは美しくいられるし、あと質、そっか、さっきお相手質って言ってるのはそういうことか。中身からにじみ出てくる魅力が質につながってくるんだよってことをお相手が言ってる、クオリティって言ってるので、そういうことなのかなと思いました。ね、そこを間違わないでねっていうところをカードが教えてきてくれているので、そういう面であなたが見方を少し変えると、自分の中身からにじみ出てくる美しさ、魅力っていうのがもっとお相手に伝わるとか、自分に自信が持てるようになるとかっていうところが出てきている。で、お相手がそうね、もうね今の関係を変えていくタイミングやってきてるからねってことも出てきているので、そうですね。あなたに対してね、嫌いとか、あとは年齢気にしているから進めないとか、そういうカード出てきていないんですよ。どちらかというと、もう年齢とかそういうのにとらわれたくないと。で、なんだったら、複雑恋愛かな。何か障害のあるようなこととかからもう抜けて、あと自力でね、這い上がっていくってことを言われてて、あとはね、あなたとね、融合していく、つながっていく、そして、もっと広い世界へ出ていくんだっていう気持ちがすごく出ていますので、あなたがねそれをね受け入れていくんじゃないかなって、いろんな意味でね、お相手の気持ち、行動力っていうのを受け入れていくのかもしれないし、自分自身のこじらせてるところを正していくことを受け入れていくのかもしれない。このこじらせてること自体を受け入れていくのかもしれないし、ね、いろいろとらわれていることからあなたが今抜け出す時がやってきてるんじゃないかな。それはね、お相手の力を借りてもいいと思いますよ。でね、お相手世界出してくれているから、もっとね素直になれば、お相手と融合していく、つながっていくのがもうすぐやってきているよっていうのが言われてますね。で、ラッキーナンバーは5番っていう風に捉えてください。5のつく日とか5のつく時間とかね、5週間後とか5月とかそういうのを意識されてみてください。で、ここにね大きくねバラのお花の絵柄が出てるのと、あと運命の後同じようにオレンジ結構目立って出てきてるので、カラーとしてオレンジを取り入れてもいいと思います。はい。で、あと赤は行動の色を表しているので、アクションを起こしていくっていうのもワードとして入ってるかなと思います。では、あなたにね、もう少しメッセージをもらって、そしてあとは2人の今後の流れを見ていきましょう。ただ、この世界が出てきているので、もうお相手のそのお気持ち決まってるんですよね。硬いものが、決まっていて、11番、これは無知と放棄のカードですね。もっとねはっきりさせていくべきなんじゃないかなっていうのが出てきています。月のカードでしょ。あやふやだったこととか、はっきりしてこなかったこと、あと表舞台に立っていなかったところこそはっきりさせていくべきだっていう風に出ているかな。で、ほうきのカードがここに絵が出てるってことは綺麗になるんですよね。叩くことによって綺麗になる。そうね、もしかしたらこれね、叩くことによってっていうか、自分自身をねキュッて気合い入れるっていう感じかな。例えばね、
お馬さんとかもほら、お馬さんに乗ってる騎手がペンペンってやるときあるじゃないですか。お尻を叩いてお馬さんが勢いつくっていう感じがするから、あなたに今必要なのは自分で自分のお尻を叩くことなのかもしれない。ペンペンって気合を入れる。いろんな意味でね、どこかで自分自身の心に、ペンペンしなきゃいけない時がやってくるんじゃないかな。今このアドバイスとして入ってるのは、もっとなんかね、前向きに考えていいんじゃないかなって。そしてその過去の栄光だったりとか、昔こうだったのにとか、そういうところも終わりだよっていう風に言われてるので、そこはそこで区切りをつけて、今の自分を受け入れていくというか、今のあなたにしか生み出せない魅力っていうのがあるので、それをね、思う存分生かしていくことと、あとはやっぱりね、こう見えてこなかったところをはっきりさせていくっていうのが出てきているから、今まで例えばこう複雑だった方はそれが明るみにしていく、なっていくっていうか、そういう風になっていくのか、自分たちでしようと思ってね、明るみに出ていくのかっていうところもあるし、あなたの気持ちもかなりスッキリするんじゃないかな。自分をペンペンすることで。で、あとあなた自身のね、磨きがかかるって言われてますので、心がスッキリして、かなりそれが表情になって現れるとかっていうのも出てくると思うんですね。では今後の流れを見ていきましょう。今後の流れをこちらのカードからもらっていこうかな。これ44番っていうね、ゾロ目のカードなので、例えばね、この運命の輪みたいに、そういう奇跡とかシンクロとかお相手と共鳴していくことを受け入れてくださいねっていう風にも言われてるんですよね。あとは自分自身の中で受け入れられなかったところ、心と体が一致してなかったところが今一つになっていきますよっていう風にも言われています。これも何かの参考になればお受け取りください。そしてこれね、流れを見ていくソードの9の逆位置をカップのエースで、ジャスティスの逆、やっぱり複雑恋愛かな。でソードのクイーン出ていますね。もう自分自身、例えばね、恋愛の賞味期限が自分の中で切れてるっていう風に自分自身が感じてるところがあるのかな。自分で自分を追い詰めてる。でもうなんかこう、自分はもう年が年だからもうね、恋愛できないよねとかっていう風に感じてる方もいるんじゃないかなと思います。正直にはっきり言うと、私もね、そういう風に感じてる時もあるので、なのでそういう気持ち、そういう風に思う方の気持ちもわかるんですけど、もう自分はね、恋愛するような年じゃないんじゃないかなっていう風に感じてる方がいるのかな。でもそこね、諦めない方がいいよっていう風に出てるんですよね。あとはこの恋愛できる年齢じゃない、年齢だけじゃなくて、そういう立場とか状況じゃないとか、悲観的になってるところをもうね、手放していく時だよっていうのが言われてますね。なぜならもうここで愛の始まりが出てきていますからね。魚が飛び出しているので、もうすでに始まってるんですよね。もうすでに気持ちが芽生えているんですよね。お相手からのアクションがもう間もなくやってきますよ。で、愛の始まりのカード、満たされるカードがやってくるので、あなた次第でこの満たされ具合とか満たされる速度とかも変わってくると思う。で、あとはね、ジャスティス逆で出てるので、やっぱりこう今までなんかこう違うっていう風に思っていたことが正されていく時だったりとか、あとね、こう自分なんていうのかな、はっきり言うと独りよがりになっちゃいけないよっていう風に出てるんですよね。あなたの方に出てる。で、お相手はね、どっちかっていうとバランス取ろうとうまくね、やろうとしてくれてるんですよ。で、あなたがどっちかっていうとこじらせてるから、こじらせているばかりだと何も始まらないし、正していけないし、うまく回っていかなくなってしまうので、この流れをできれば止めたくない。だから今ここであなたがこじらせを直す時がやってきてるっていう風に出てる。あとは複雑恋愛で見てる方でいるんだったら、その複雑な事情っていうのを解消させていく。少しでも自分たちの恋愛を進めていくために、今こうなんだろうな、整理できるものを整理していくっていうのが出てくるんですよね。環境の整理とか人間関係の整理っていうのも入ってきています。
で、そしてソードのクイーンが入ってるので、あなたは風の谷のナウシカです。すごく周りのことを考えて、そして勇気のある発言、行動を起こしてきました。そして自分の中でね、いろいろ悩んだりとか迷ったりとか、悲しみを多く受け取りすぎてしまっていたりとか、落ち込む時もあったでしょう。自分で自分のことを傷つけたりとか、自分の発言とか言動で誰かを傷つけてしまったこともあったでしょう。だけどそれらをすべて乗り越えて、あなたは真のあなたになっていくんですよってことがここで言われています。風の谷のナウシカを思い出してください。ナウシカも自分のね、怒りに身を任せて、ウパをね傷つけてしまったこととか、いろんな苦難がありました。オウムを助けようとしたりとかで、自分の言動、勇気あることももちろんしました。で、自分が毒に侵されながらもマスクを外してみんなに大丈夫よっていう風に言った時もありました。いろんなことを乗り越えて、で最終的にね、自分がすごく傷ついて痛い思いをしたんだけど、でも最終的には助けが入ってきましたよね。オウムからの優しさ、助け、ナウシカの気持ちが伝わって、そして周りね、オウムからの優しい手が差し伸べられました。それが今あなたのところへやってくるので大丈夫ですよ。あなたがいろんな思いを抱えてきて過ごしてきたこともすべて最終的にその金のね、オウムの手の上で、手かな、触覚かな、手ですよね。手の上で歩く、自由に歩いて輝いているあなたを想像してください。ね、本当のあなたが今そこにね出てきますので、それをねあと受け取るんですよっていうのが出てきている。でそこはね、傷ついているナウシカだったりとか、ナウシカの年齢が何歳とか、そういうのってもう全然全く入ってこないですよね。ラストになると、ラストシーンってナウシカがどこを怪我していてとか、あれナウシカって一回生き返ったのかなとか、そういうところも全て忘れちゃうくらい、ナウシカが女性なのか男性なのかとか、そういうことも分かんなくなるぐらい自由にね表現されているナウシカ。服、青く染まった服は一体何の色で染まったのかってことすら忘れてしまうぐらいの美しさっていうのが出ていますよね。でそういうところが今あなたのところにも出てきますので、今自分のお尻ペンペンすることで、そしてあなたがねナウシカになっていく時がやってきますよっていう風に言われています。はい、今日何か喉の調子が悪くてうまく声が出せていなくてお聞き苦しかったら申し訳ありません。ということで今回で2番をお選びいただいた方のリーディングを終わらせていただこうと思います。大丈夫ですよ。お相手がちゃんとあなたのことを見てくれて、タイミングよく動いてくれてきますので、はい。ね、なので外見的要素とか数字とかそういうところにこだわらずに、あなたはあなたの今のね自分に、今の自分からにじみ出る美しさがありますので、そこに目を向けてくださいね。はい。ただ努力できるところはね怠らずにねやっていくといいかなと思います。はい。ではリーディングを終わらせていきます。これからもリーディング動画を投稿していきますので、コメントや高評価、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、年齢差のある恋愛。お相手は年齢差についてどう思っているのかというのをテーマに見ていきます。はい。ではタロットカードは今回は正逆採用して見ていきます。そして今ね、こちら片思いの方とかパートナーの方とかいろんな関係性でご覧になっている方いると思うんですが、年齢差についてお相手がどういうふうに思っているのかっていうのをまずメインのテーマとして見ていきます。はい。で、今回年齢差っていうのを見ていくので、あなたが年上の場合で見るとか、あなたが年下の場合で見るっていう風に限定しないで見ていくので、もしかしたらお相手と立場が逆になる場合もあります。そして今リーディングしていて、あなたの方が年上っぽいなっていう風に私がもしね表現した場合で、
それがもし実際逆だなっていう風に感じたら、お相手とね逆転してる場合がありますので、その場合はその逆転させて捉えていただけたらなと思います。今回はね、年上年下とか限定せずに、年齢差のある恋愛という風に大きくねテーマをつけていますので、うまく置き換えていただけたらな、そして変換がもし必要であれば変換して見ていただけたらなと思います。はい、まずね、お相手が年齢差に対してどう思っているのかっていうところもね見ていきましょう。はい、ではもらっていきます。こちらのカードから今のお互いの状況、そして2人の関係性ももらっていきます。で、こちら側があなた、こちら側がお相手でもらっていきます。ね、意外とね、年齢ってね、気にならないようで気になる時もあるんですよね。私も基本的に年齢ってあんまり気にしないんですが、でもそうだな、恋愛になるとそうですね、年齢気にする時もあるかもしれないですね。はい、まずこちらがあなたの状況です。助教皇が出てきていますね。で、お相手の状況を見ていきます。で、お相手節制のカードが出ている。そしてあなたとお相手のそうですね、関係性をもらっていきましょう。そうだな。強行逆位置、全部大アルカナですね。かなりね、この2人の結びつきっていうのが、お互いにとって大きなものなんじゃないかなっていうのが、お互い感じてるんじゃないかな。そうだな。お相手がね、うまくバランス取ってくれてるっていうのがあるんですよね。いろんな意味で。それはね、深掘りしていけばわかるんですけど、今この3枚から言えるのは、お相手がね、うまく調整に入ってくれてるから、今2人の関係性が成り立っている。それが付き合っていても、例えば片思いの関係だったとしてもっていうところがあって、どんな関係性でもこのお相手のね、力っていうのがすごくあるのかな。調整取ってくれている。でもね、あなたの方がなんだろうな、お姉さんなのかな、でもね、純粋なんですよね。自分の方がお姉さんだと思ってるけど、実は精神年齢お相手の方が上っていう可能性もありそうな気がする。だからうまくお相手がバランス取ってくれてるのかなって。でもあなたもね、うまくねバランス取ってるんですよ。バランス能力がお互いあるから、すごくね、今の関係性って程よく流れているというか、穏やかに。だけどね、この関係性見ていくと、強行の逆だから、何かをね正していかなきゃいけないとか、あとはね、こうなんだろうな、これってこう神父様なんですよね。わかりやすく現代風に言えば。で、教えを説いてくれてる。こうみんなの前でね、こう誓い立てますかとか、そういうことを言ってるシーンでもあるんですよね。一節だといろいろね見方はあるんですが、もしかしたらそうですね、2人の関係性を表に出せないのか、あとはあなたの気持ちをお相手に伝えられないのか、とにかく関係がはっきりしていないような状況、いろんな意味で今この3枚から言えるのはそうねっていうところがあるかな。でもなんだろう、そこに対して不満に思ってるのかどうかっていうのも見ていきたいんだけど、今この時点では2人のバランスうまく取れているのかなっていうところはある。関係性としてはなんだろうな、堂々と表に立てないような関係性なのか、あなたの一方的な片思いなのかっていうところもある。あとね、やっぱり強行が出てるから立場っていうのもあるんですよね。教える人、教えられる人とか、年上年下とか、立場が上下とか、そういう上下関係っていうのも出てきていて、これが引っかかっているところとして出てきている可能性もありますね。ちょっとこれ見ていきますね、深掘りしながら。
ということで、次ですね、お互いに対する気持ち見ていきましょう。状況としてはなんかこうバランス取ってるようにも見えるので、割といいのかなっていうふうにも思うんですけど、お互いに対する気持ちね、あなたからお相手に対するお気持ち、そしてお相手からあなたに対するお気持ちを見ていきます。そしてこの関係性とね、合わせながら読んでいきましょう。まずはあなたから見たお相手に対する気持ちです。マスクのカードですね。そしてお相手もサイコロか。で、39、40連番か。という、これね、ルノルマンカードのオリジナルのカードが出ていて、これね、どっちもね、似たような意味を表してるんですよ。で、サイコロは転がしてみないとどんな目になるかわかんない。どんな結果になるかわからない。だから、あなたに対する気持ちとして、あなたの気持ちがまだはっきりと見えていないのか、あとは自分の気持ちがまだはっきりしていないのか、で、あえてね、はっきりさせたくないのか、はっきりさせたいのか、どっちかなっていうところがある。とにかく見えない何かが、どちらかが。そしてあなたの方もお相手に対してどんな顔をしていいかわからないとか、どんな表情を見せていいかわからない、どんな意思表示をしていいかわからない。これも逆のこと言えます。お相手のどんな顔、ね、お相手がね、自分に対して向けているこの顔って好意があるんだろうかないんだろうかとか、そういうところを見ちゃうところがある。これどっちもどっちっていうところがあります。これもね、どっちもどっちなんですよね。これね、少しね、カードで見ていきましょう。そしてね、お部屋が暗くなってきたので、もしカードが見づらかったらごめんなさい。電気つけた方がいいかな。どうしようかな。まずお互いに対する気持ち、はっきりねしてない、お互いがはっきり見えていない、両方のカードがはっきりしてないので、はっきりさせたいのか、はっきりしたくないのか、見えないのか。これですね。で、あなたの方がカップの6、お相手がねカップの5、5と6連番続きですね。お相手はね、はっきりしてくれるんじゃないかな。で、あなたの方がそのね、昔の方に、これ過去にね、過去のことを表してるんですよ。昔の思い出に浸っているとか、あの時は良かったなとか、ね、子供の頃、もっとね、若かった頃、今よりも若い時のあの時の記憶良かったなとか、そういうことを感じてるんですよね。で、今、テーマとして年齢差で見ているので、その自分の年齢のことをね、感じてるのかな。まだね、どっちが年上っていうことはあまり伝わってはこないんだけど、もしあなたの方が年上だったら、自分がね、若かった時の頃のことを思い出してる。で、あの時は良かったなとか、あの時に戻りたいなとか。で、もしくは、あなたがもし年下であれば、大人になりたいなって思ってるか。でも、どっちかっていうと、その若かった時の自分っていうのを思い出してるので、そこを結構お相手に対して、そうだな、お相手に対する気持ちだからね、そこプラスマスクのカードが出てるから、ちょっとね、偽ってるところもある。偽ってるって言ったら変な風に伝わっちゃうかもしれないんだけど、お相手に対してまだね、自分のこと全部見せられていないとか、あとはね、いつもね、綺麗でいたいとか、美しい自分でありたいとか、この純粋な気持ちの自分でいたいとかね、そういうところを見せていきたいっていう気持ちがお相手に対してあるのかなと思います。そうだな。あとね、もう少し早く出会っていればとかね、そういうところもあるのかな。どんな顔していいかわからないのが正直あるんじゃないかな、お相手に対して。で、いろんな顔の自分見せていったらお相手の反応どうなんだろうって。だって今これでバランスいい風に感じてるお互いがね、今のこの距離感でいいっていう風にお相手が感じてるんじゃないかってあなたも思ってるし、だからこそそれを乱していく、つまり一歩踏み出していった時にお相手バランス崩しちゃうのかなとか、反応が見るの怖いなっていうところもあるんじゃないかな。そしてカップの4なんですけど、
これね、カップをいっぱい神様から差し出されて、グビ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 飲んでるところなんだけど、そうだな。すごく今楽しい。そしてそれが逆で入ってて、で、サイコロと合わせてきてると、全然足りない。足りなくて、もっと欲しいみたいなことをお相手が思ってるんですよね。バランスが取れているはずなのに、お相手の状況としても。無理してバランス取ろうとしてるのかな。合わせてくれてる感じがするんですよね、歩調を。そうだな。いろいろとやって試していきたいとか、あなたの反応を見たいって自分もいろいろ動いていきたい。今ね、これね、なんだろうな、2つの動きを同時にやっていて、この人はこう同じことをひたすら繰り返していて、ずっと立ってるんですよね。片方水につけてっていう感じで、同じポーズをずっととっている感じだから、今このずっとね、同じポーズをとっていることを動かしていきたいんだけどっていう、お互いがね、なんかね、同じようなこと考えてるんですよね。どうやったらもっとね、うまくやっていけるんだろうとか、お相手の気持ちね、もうちょっと掘り下げましょうか。ただね、なんか動きたいみたいな感じで思ってるんじゃないかな、お相手。何かしらの変化を起こしたい。そしてその変化を起こしたことで、あなたに、嫌われたくないというか、嫌われたくないとか、なんかこの人つまらないわねっていう風に思われたくないっていうところがあるから、ちょっと背伸びしてるところもあるのかなっていうのが思うんですよね。ただこう精神年齢的に結構成熟されてるんじゃないかなって。実は陰ながらあなたを支えてくれてるとかね、そういうところがあると思うんですね。で、そうだな、お相手の気持ち深掘りしていくと、そうだな、やっぱりね、もっと欲しいっていうのが出てくる。何をっていうところを見たいんだけど、でもカップの5の逆位置だから、割とね、こう関係性はっきりさせていきたいとか、そういうところにたどり着くのかな。気づくんですって。自分の本当の気持ちだったりとか、これからどうやってやっていこうかっていうこと、諦めかけていたことからやっぱり諦めないっていう風に思ったりとか、希望が見えてくる。お相手の中で光が差し込んできて、でもっとね、欲しいって、何が欲しいんだろうって、気持ちも欲しいし、確かなものも欲しいっていう風に言われていて、こういうのがあなたに対して思ってますよっていうのが出てきていますので、あとはね、あなたの行為に気づいているとかね、気づいて気づかないふりを保っていたんだけど、そこのバランスを今ね、壊そうとしてる。バランスというか、今この停滞と言ったら停滞なんだけど、ね、うまく言えば、上手にバランスとってやってますねだけど、悪く言っちゃえば変化がないままだよねってこと、それを今変えようとしているっていうのが出てきてるかな。あなたの方がどちらかというとね、こうなんだろうな、過去にとらわれていて、お相手の顔色を見ていたりとか、どんな表情したらいいんだろうってところに今いるのかなっていうのがある。で、関係性が強行の逆だから、何かをね、正していかなきゃいけないところにいるんじゃないんですかねっていうことを言われてるんですよね。それなんだろうっていうのをもらっていきましょうか。何をはっきりさせていくんでしょうかっていうのをもらっていきたい。でもその前に一回トランプ出しますね。ラッキーナンバー的に1枚あなたのところに出すのと、あとお相手にもね、出します。あなたのところで4番。見た目気にしてます？お相手も4番。お相手も4番だ。なんか今の関係崩したくない、もしくは見た目を気にしているってところがあなたのところに出てきている。そうだな。やっぱりお互い今の関係バランスでちょうどいいっていう風に思っているのかなっていうところもあるけど、やっぱりそこをね、それだけじゃないんだよねってところに持っていかなきゃなっていうところがお相手から出てきているので、
自分のまだね見せていない本音だから、これなんだろうな、どんな関係性の方だったとしてもまだこう自分のちゃんとした本音をお互い見せ合えていないところがある。でその状態で満足してるというか、それ以上先へ進む勇気が出ないのか、それとも今の現状で満足してるのか、なんかね、これ以上先に進むのが怖いとかね、そういうところも出てきていて、どちらかというとあなたがね常にね美しくいなければいけないとか、そういうところにとらわれているのかなっていう感じが出ている。常にねお相手にね癒しをね与えなきゃいけないんじゃないかって、自分自身が思い込みすぎてしまっているところがあるんじゃないかなっていうのがある。でもお相手はねどんどんとね出していきたい、自分を出していきたいっていうのがあるので、ここに対して、そうだな、この関係性に対して1枚ねもらっていこう。なんかどっちもどっちなんですよね。だってどんな顔していいか分かんないし、サイコロ出してどんな目が出るかなんて、そんなやってみなきゃ分かんないじゃんっていうところがあるんですよね。でもそれをねどうやって変えるか。14番キツネ、やっぱりねごまかしやめていこうっていう風に言われてる。そうなんですよね。あとはねアドバイスとして言えるのは、真っ向勝負じゃなくてもいいからいろいろ工夫してみてっていう風に言われてるのね。例えばね、これが周りの人に自分たちを認めてもらいたいっていう風に思ってるんだったら、いろんなやり方試してみてって、いろいろね試行錯誤してみてって。今便利な世の中なので、ネットをねスマホ1台あればいろんなこと検索していろんな情報が出てくるから、いろんな情報を仕入れていろいろうまいやり方探してみてっていう風に言われているので、便利にね世の中を便利に使っていこうって、このいろんな情報に溢れてますので、本だけが全てじゃないから、携帯から入ってくる情報、パソコンから入ってくる情報、テレビラジオから入ってくるいろんな情報を様々駆使してやっていきましょうってことがアドバイスとして入っているのと、あとさっきも言ったみたいに、もうねごまかすときはもう終わりだよっていう風に出てきていますので、これがね関係性としてあるかな。キツネさんはね正一だった。あまりプレッシャーに感じなくていいよってあなたに言ってると思いますね。ではお相手は年齢差について気にしてるのかどうかっていうのをもらっていきますね。何かねこうやって見てると、年齢差かどうなんだろうな。どうかな。4番多いですよね。4っていう数字がね、4はね安定の数字なので、カップのエース逆位置。ちょっと待ってくださいね。お相手がね年齢差についてどう思ってるのか。囚われてはいない。でもな、一方囚われてるところもある。囚われてるところもあるけど囚われていないところもある。年齢的な要素なのかな。そこはね話し合って決めていきたいっていうところがあるんじゃないかな。何をそんなに大切にしてるんだろう。コインの4番が入ってくる。これもカップの4でしょ。14番と4番で入ってきていて、このままだと始まるものも始まっていけない。なんか自分の気持ち閉じ込めちゃってるって、我慢してるんだよ。でもそれをね出したい気持ちずっと我慢してるんだけど、年齢差のことを聞くと我慢してますっていうのが出てくるので、自分のこの愛っていうところをね示していけないって、すごく囚われているんですよね。なんだろう、何に囚われているんだろうっていうのをもらっていきましょう。このカードじゃなくてね、トランプからもらっていきましょう。ちょっと視点を変えてね。何回か年齢のことについて話し合い重ねたこととかもあるんでしょうか。ないとしても自分の中で葛藤してるのかな。何をそんなにこだわっているのかな。愛をね伝えていけない年齢差のせいで、どっちかがこだわっているから、それを気にしちゃって動けないってことが
出てきていますね。そうなんだ。始めていくものも始めていけないし、伝えたい思いも伝えていけないって、年齢のせいでっていうのがいる。年齢のせいで。なんだろう。はっきりさせていかなきゃいけない。はっきりさせていきたいのに、すごくね、そのこだわってるところは、お相手の中でこだわってるのは年齢じゃなくて気持ちなんですって。気持ちに対して、その伝えたいとか始めていきたいって思ってるのに無理して閉じ込めてますって言ってるんですよね。そして何回か話し合いしてるか、あなたとね、もしくは周りの人に相談してるか、あとはその年齢のこと正直考えたくないんだけど向き合わなきゃいけないんだよなっていう風に感じてらっしゃるのか、そのどっちがね、年齢が上とか下とかじゃなくて、今このカードから言えるのは、お相手はとにかくそのどっちが上だからとかっていう、自分がね未熟だからとかそういうことじゃなくて、何かを乗り越えないと始めていけない、自分の思いをね伝えていけない何かって、お相手がとにかくね愛っていうことを言っているので、そうだな、オラクル1枚もらいましょうか。お相手に気持ちが伝えていけないんですって。年齢のこと聞くと気持ち伝えられなくて閉じ込めてますって言われてるんですよね。ちょっとさすがに暗いですよね。一回電気つけますね。これね、なんかね、願ってる。星にね、願ってるんですよね。お相手、何にそんなにこだわってるのかなって1枚もらおうと思ったんですけど、願ってるんですって。ただひたすらにずっと。こうなればいいのになって、ああなればいいのになっていう自分の願いが強くあるって言ってるんですよね。どうなりたいのかな。ちょっとこじらせてきましたね、お相手の方が。お相手の方がというか、お相手こじらせていないんだけど、もうちょっと深掘りしたいっていう私の気持ちが出てきてしまっていて、今の関係崩したくないと思ってるのに変えていかなきゃって思ってるんですって。ペンタクルのクイーン。ここから感じられるのは、やっぱり複雑恋愛なのかな。複雑、あなたに家庭がある方を好きになってしまった。で、自分がその邪魔な存在になるんじゃないかって思ってる。その愛を伝えていったらね、社会的に自分が自分自身邪魔なんじゃないかって思っちゃってるのかな。で、あなたに与えていきたいんだって、ずっとコインを抱えているでしょ。で、このコインをあなたに渡していきたいって思ってるんだけど、これ渡したらしつこいって思われるんじゃないかなとか、そういうことを感じてるんですって。何をそんなにこだわってるのって言ったら、あなたに与える愛とか、その愛だけじゃなくて、例えばね、自分の経済面でまだ不安があるとか、あなたを支えていく力がまだ社会的にね、まだね、考えたらまだ足りないんじゃないかって思ってるところがあるんだけど、でも何かを変えていかなければ前に進んでいけないよねってところに今自分がいるから、そしてあなたにね、与えてあげることだったりとか、与えるってことが気持ちだけじゃないんだよなっていうところに今いるんじゃないかなっていうのが出ています。でもすごく強く願っているって言ってるんですよね。何を願ってるのかって言ったら、あなたに与えてあげたいっていうのをすごく強く思ってる。愛情もそうだけどね、愛情じゃないところも全てをね、満たしてあげたい気持ちがあるんですって。で、そこをクリアしていかないと、年齢とかじゃないみたいなこと言ってるんですよね。もはやすでに。あなたがそうだな。あなたは年齢のことについてどう思ってるのかな。あなたは年齢のことについて
自分に自信がないっていうのがすごく出てくる。全盛期の自分じゃないっていう、やっぱり昔の美しかった頃の自分っていうのをすごく思い出していたりとか、やっぱり美しくいなければいけない。そうじゃないとお相手に見合わないんじゃないかっていう、すごくね、自信のなさが出てきています。このままの私じゃ釣り合わないんじゃないかなとか、そういうのを気にしてるかなっていうのが出てきていますね。お相手2人がねどうなっていくかじゃなくて、お相手がどうしていくのかっていうのを見ていった方が良さそう。2人がどうなるかじゃなくて、ここはねそうだな2人がねどうなっていくかじゃなくて、お相手がどう動くのかっていうお相手の動きを見ていきましょう。今後の流れです。ただね、この真ん中のカードで教皇と狐が言ってる通りに、いろんな情報を駆使していくのか、あとはもうねごまかすのやめてはっきりしていくところに来ているのか。お相手もかなりねはっきりしたいってことを言ってるんですよ。お相手ねはっきりしてきますね。お相手の中で何か悩みとかがあったとしたら、それを一つに絞ってくると思います。お相手のあなたに対する動きで見ているので、ただね自分の中ではっきりさせていくんだけど、こうしていこうとかね、自分の気持ち伝えていこうとか、何かしらどこかで決断して今の調和というのか、上辺だけの調和というのか、そういうところを崩して切り込んでいこうって思うんだけど、なかなかそれが思うように進まないって出てるんですよね。どうしても囚われてしまうって。でまたカップの5がね同じくね出てきているので、結局同じところの今のねあなたに対するお気持ち変わらず持っている。でその間にいろんなことねお相手多分ねやられるんじゃないかなっていうのがあるんですよね。これ家族のカードの逆位置で出てるので、中にはご家族の問題とかもあるのかもしれないけど、でもペンタクルここで出てきていて、でね、さっきもねこの一生懸命抱えているコインをなんだろうっていう風に見ていくと、そっか、やっぱりご家庭だったりとかね、そういうワードがね当てはまる方もいるかもしれないけど、あとはもっとね自分の財力を身につけようって頑張るんじゃないかなって。お相手がねもうちょっと経済力身につけようとか、あなたをね経済面でもサポートできるように、いろいろとね修行の旅に出るんじゃないかなっていうところがある。でもいろいろ一生懸命ね長い旅路の中フラフラしながら頑張って模索しながらやっていくんですって。そしてでもねもう終わりだよって、そうやっていろいろね長い旅に出ていた自分、自分の人生経験を積むような長い旅、もしくはあなたとのこの長い平行線だったこの関係性、曖昧といえば曖昧だし、あとは、ね、今のままで満足だよねって言ってしまえばうんって言えるような環境、状況、関係性、もし逆はね裏の顔はねそうじゃないって思ってても表上うんっていう風にしか言えなかった関係性のこの長い旅路がもう終わるよっていう風に言われてるんですよね。だからお相手がこうやって一つ選択をしたことで、いろいろと積み重ねてきたものがクリアされていく。で自由になるよってここで言われてるんですよね。あなたへの思いが変わらずに、で希望を持ちながら、これ縛られているものが剣で切られていますよね。助けに入ってくれてる人がいるんですよね。であなたを自由にしてあげるお相手っていう風に見えたんですよね。お相手自身ももちろん自分の中でねいろいろクリアしていかなきゃいけないことをはっきりさせていくとか、中にはね勇気を出すこととか不安なこともあるでしょうね。いろんなことあると思いますが、そこを乗り越えてあなたを自由にしてくれる時がやってくる、動いてくれるんですよね。ここでもうすでに迷いが晴れていて、その後ねいろいろあるんだけど、
それも乗り越えてあなたをね、ほどきにやってきてくれます。自由にさせてくれますよ。救世主ですね。そのピンチを救ってくれるとか、あなたの不自由に思っていたところを解きほぐしてくれる。あなたが何に対して不自由に思っているのかっていうのは、ちょっとね、ここいろいろありすぎて一つに絞りきれないんですよね。例えばね、年齢のことだったりとか、見た目のことだったりとか、関係性だったりとか、あとはその自分に自信がないとか、ご家庭のある方もいらっしゃるかもしれませんね。それらのことに対して、もう大丈夫だからねって、安心してねって、自由にやっていけるよっていう風に、あなたを自信つけさせてくれるとか、魅力を取り戻させてくれるとか、そういうことをやってきてくれます。そしてこれね、カップの5もあるので、もう同じカードですよね。もうね、寒い思いしなくていいよとか、苦しい思いしなくていいんだよっていうことが言われてて、もうね、見つけたよとかね、あなたを見つけたとか、あとは本当のあなたを見つけたとか、本当の愛を、伝えられる時がやってきたっていう風にここで読み取られますので、いろんなね、今までね、諦めかけていたりとか、自分自身の不甲斐なさにがっかりしていたりとかっていうのもいろいろあったんでしょうね、お相手の中でも。でもそういうことを乗り越えてやってくるよっていう風に言われてるので、お相手の動きちゃんと出てきていますね。で、その時にあなたがどういう風にお相手を迎え入れていけばいいのか、あなたに、メッセージをもらいましょう。そしてラッキーナンバーとしてはお伝えし忘れていたかもしれないんですが、4です。4のつく日、4時間後、4日後、4週間後、あと4月ですね。14日、24日とかっていう4のつく日がタイミングとして入っています。あなたの、そうですね、神聖、そっか、セークレット、そうだね、あなたの見方、視点を変えると、新たな魅力とか、あなたが失いかけていたものとかね、そういうところに気づくことができるっていうことが言われている、気づきのカードですね。で、あとはそのお相手がね、向かってきてくれた時に、あなたがどういう対応を取ればいいですかって言われていて、これね、神聖なつながりとか魂のつながりとか、そういう風な意味合いが出てきているんですよね。そしてあとはお相手の手をね、取っていくことだって、2人でハートマーク作ってるでしょ。2人揃ってやっとこれが本当の愛なんだっていう風にあなたが感じてくれれば、お相手すごく嬉しいんじゃないかな。お相手がいろいろ乗り越えて決めてやってきてくれたことに対して、あなたがそれでもね、いつまでもどんな顔していいかわからないとか、どこまで自分のこと言っていいかどうかとか、自分に魅力がとか、うんぬんかんぬんとかやってると、お相手ね、せっかく頑張ってきてくれてるので、もうそういうところからあなた自身も抜け出して、お相手とまたね、新しい世界へやっていくんだって、これから進んでいくんだっていう気持ち、その新しい世界っていうのは、環境のことかもしれないし、自分で自分のことを認めてあげるというか、自分を受け入れてあげることかもしれないし、あとはそのお相手と手を取り合っていくことかもしれないしね、その本音を見せていくことかもしれないし、何かしらそこにお相手があなたを自由にしてくれてる時には、何かしらのヒントが2人の間にもうすでに見えているでしょうっていうことが言われてますので、あとはこの鍵をね、2人で取って鍵を開けていきましょう。心をね、オープンにしていきましょうってことが言われています。はい。で、やっぱり4が入ってるので、4ね、かなり多くカードで出てきていますので、4を意識してみてください。で、4はね、安定を表す数でもあるんですけど、安定にこだわりすぎてもいけないよっていう風にも出ていますので、どこかしらで何かお相手が変化を起こそうとしている、これにあなたも対応していく、こうしていくことっていうのがアドバイスとしてあるかなと思いました。はい。もっとね、あなたが今自分に自信がないって思ってるかもしれないけど、お相手はあなたの自信のなさについてどうこう問うつもりはありませんと言っています。はい。で、そして
あとはね、自分が動いていくことであなたのね、迷惑にならなきゃいいなって思っていること、そして自分が動かなければこの恋愛が始まっていかないとか、もうすでにね、恋愛関係にある方でも何かしらの乗り越えなければいけない壁が乗り越えていけない、自分にかかってるんだってことをね、お相手よく自分のこと分かってますので、今ね、多分ね、変わってくると思いますよ。はい、そこに対してのアドバイスもいただきましたので参考にしてください。以上、こちらが3番をお選びいただいた方のリーディングとなります。今回は年齢差のある関係性について、お相手は年齢についてどう思っているのかっていうのをメインのテーマとして見ていきました。はい、この中から何か心に残ることなどあれば参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。